皆さんこんにちは。今日はめっちゃ久しぶりに古山貯水池自然公園オートキャンプ場にやってきました。このキャンプ場なかなか予約取れないんです。薪は自分で割れば使い放題、炊事場はお湯が出ますし、トイレはきれい。ファミリーキャンパーにも大いにおすすめできるキャンプ場です。冬は営業していないキャンプ場でしたが、2023年末今シーズンから冬季営業も始めるようです。非常に楽しみですね。詳しくはホームページで確認してみてください。このキャンプ場の中で貯水池が望めるサイトは2カ所くらいしかないのですが、今回そのうちの1カ所を確保できました。しかし生い茂る木々で全く見えませんね。近づけば見えるかと思って散策してみましたが、やっぱり見えませんでした。気を取り直して早速薪割りをします。ここは受付の隣にある薪割り体験コーナーです。丸太が積んでありますので、好きなのをチョイスして薪割り体験をします。割った薪は自分のサイトに持って行って使えます。ありがたいことに無料ですが、使う分だけにとどめるようにし、自宅への持ち帰りは現金です。しっかり乾いている薪をチョイスするようにしましょう。中には湿っている薪も混じっています。湿った薪は焚き火の時に白い煙がもくもくと出る原因です。斧は借りることができます。では早速。いい感じ。けど斧が結構重い。あんまりやると腰にくるかもしれません。斧で足をやっつける人が結構いるみたいですので、十分気をつけてくださいね。お、少し割れたか。もっとパッカーンと割れてくれると気持ちいいでしょうね。頭で分かっていても狙った場所に正確に振り下ろすのはやってみると結構難しいですよ。今の一振りは大外れです。外れると気持ち的にも体力的にも随分と消耗する気がします。しっかり狙いを定めて狙った箇所に振り下ろす。それができれば怪我もしないでしょうね。一振り一振り集中しないとマジで怪我しますよ。ここからはそれなりにうまくいったやつだけピックアップ。疲れた。カットしましたが、かなり空振りもしてます。なんかチクチクするなと思ったら手にたくさんトゲが刺さってますわ。良い子のみんなは素手で作業しないようにしましょうね。結構割ったな。これだけあれば一晩たっぷり楽しめるかな。本日の戦利品はこちら。ここからは火起こしリベンジです。前回失敗した原因はこれ。朝日も間違いない。朝日もあったのに使うの忘れてました。そりゃつかなくて当然ですよね。ってことで今回はしっかり使っていきます。見切れていますが、麻紐をナイフでほぐして綿のようにしています。これの量はケチってはダメです。ケチって失敗すれば最初からやり直しになりますので、少し多いくらいでいいと思います。麻紐のほぐしたものだけでも十分火が起こせそうですが、ティンダーウッドも使っておきます。これで最強間違いなし。よし、これで準備完了。ファイヤースターターもバッチリ。ではいよいよドキドキの着火です。やった、ついた。でも安心するのはまだ早い。こ
ここでもたもたしてるとせっかくついた火が鎮火してしまいます。少しずつ太い木に火を移らせるように、場合によっては火吹き棒で空気を送り込みながら火を大きくしていきます。ある程度火が回れば安心だと思います。グッドサインを出しましたが、もう少し火が回るまで安心できません。無事着火できたことが嬉しくて先走ってしまいました。木を育てるってどっかで見聞きしたのですが、まさにこのことなんですね。ちょっとずつちょっとずつ大きくしていきます。編集でごまかしてないということをお見せするためノーカットでお送りしています。これまではホームセンターとかで売っている太い薪にいきなりガスバーナーで火をつけてました。それが最短で火を起こす方法だと思っていましたし、火起こしめんどくさいって思ってました。でもガスバーナーで太い薪に火をつけようと思ってもなかなかつかないんですよね。下手をすると30分近くかかる時もあったと思います。もしかすると原始的にファイヤースターターを使って小さな火から育てる方がガスバーナーより早く火起こし完了できるかもしれません。これは本当に新たな気づきでした。ファイヤースターターでの火起こしハマるかも。どうですか？このくらい火が大きくなればもう大丈夫でしょう。リベンジ成功ってことでいいですか？初めてのファイヤースターターを使った火起こし成功を記念して乾杯。やってやりましたわ。満足。すっかり暗くなりました。暗すぎて何やってるか分かりませんよね。鍋やってます。ガソリンランタンを忘れてきまして、電池式のライトと灯油ランタンしかありません。映像だとこんなに暗いんですね。なんてこったい。顔にモザイクをかけたいけど位置がわからない。ってことでカット。一応カラー補正をしてみたけど暗いですね。ダメだこりゃ。ライトで照らしてる時だけ見えますね。そりゃそうか。うまそうやないか。出来上がったようなので食ってみます。ありませんか？キャンプでライトを忘れて肉の焼け具合がわからず勘で焼けてると判断して食った結果腹を壊したこと。まあ今回はおでんなので多少煮えてなくても大丈夫だと思いますが、おっと汁がこぼれているのも見えませんでしたよ。熱い。うまい。やっぱ寒くなってきたらおでんですよね。暗くてようわからんのでカットします。おえあったけー。この焚き火台この時期最高ですわ。反射熱がすごい。おはようございます。本日も穏やかな天気です。少し早起きをしました。なぜ早起きをしたかというとこれです。朝から焚き火やっちゃいます。フェザースティックらしきものも作っています。これもやっとコツをつかみつつあります。
りあえず分かったことは、細めの木であまり力まずに一律の力でやること。あんまりナイフに力を入れるとちぎれてしまって花のようになりません。結構難しいですよこれ。でもこれ作っておくと恐ろしく火がつきやすい。練習を兼ねて毎回量産していれば、そのうち上手に作れるようになるでしょう。結局こういうのは練習あるのみですね。これは何回毎日作りやすい木とダメな木があるかもです。いや、腕か。練習練習。リベンジしてからすっかり火起こしにはまっています。リベンジの時に見切れていましたので、麻紐をどうやってほぐしていたかも撮影しておきます。まず適当な長さに切ります。リベンジの時にもお話ししましたが、これケチってはいけません。失敗したらやり直しです。10センチくらいの長さで6本くらい用意した方が良いと思います。ナイフの刃で麻紐を削るようにジョリジョリし、綿のようにしていきます。こんな感じです。ファイヤースターターの火花がこの綿に引火するところから始まります。綿に火がついているうちにレザースティックなどの細かい木材に火を移していくイメージです。ですので綿に火がついている時間が長いほど木材に火を移しやすくなります。よってこの綿、麻紐の量はケチってはいけません。実は今やっているのケチった結果の失敗バージョンです。もう一度言っておきます。決してケチらないこと。これはティンダーウッドです。天然の着火剤。削って使えます。麻紐の他にティンダーウッドがあれば最強。ファイヤースターターからの火花が綿状にした麻紐へ、麻紐からティンダーウッドへと火が移っていきます。ティンダーウッドへ移った火は結構長いこと燃えています。そうして燃えているうちにレザースティックへ火を移せればもうこっちのもんです。あとは引き棒で空気を送り込みつつ徐々に木材の太さを太くしていくだけ。よし、これ失敗するけど準備完了。ちょっと熱かった。よし、来た。落ち着いてレザースティックへと火を移していく。レザースティックへ火が移ったら少し太めの木材に火を移していく。ポンコツレザースティックでもそれなりに燃えるらしい。焦らない、焦らない、興奮しない。火が起きたことに興奮していきなり太い木材に火を移そうとすると失敗する。あれですね、着火の前に火吹き棒や火ばさみは全部手の届く位置に設置しておくことをおすすめします。随分ゴーゴー言ってますが飛行機が飛んでいる音です。今日はなんだか多いな。飛行機じゃなくて戦闘機なのかな。さあどうやって失敗するのかご覧あれ。失敗から学ぶことは多い。失敗パターンを覚えておけば同じ失敗しませんよね、多分。今回の失敗の原因を考察していきます。まず麻紐が少なかった。それと火が起きたことに興奮してレザースティックからいきなり太めの木材へ火を移そうとした。まさに今している。先走るとダメです。段階を踏まないと火が育ちません。そして火吹き棒が手の届く位置にない。探して歩き回っているうちに鎮火してしまった。
遅い。はい、失敗です。レザースティックと麻紐から綿作りのやり直し確定です。以上が今回の失敗の原因です。もう大丈夫。次はうまくやれるはず。やり直すといっても結構時間かかるので飛ばしていきます。今回は麻紐たっぷりです。インダーウッドもしっかりと。さあ今朝2度目の着火です。8。またちょっと暑かった。皆さん手袋履きましょうね。よし、今度こそうまくやる。落ち着いて。興奮しない、興奮しない。薪と薪の間に適度な隙間を確保して空気の通り道を塞がないようにすることもポイントかもしれません。今回はうまくいったでしょう。失敗は成功のもとなり。よし、火起こしは完了。これから朝飯にします。本当は朝飯のシーンもあったけどいつもと変わらないし長いのでカット。片付け完了。今回はすごく実りのあるキャンプでした。それではまた次回の動画で。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。